回の動画で、イオン修理をしたらハンドルのブレも直ったって言いましたけど、逆でしたね。思いっきり逆で、ハンドルのブレを直したら、イオンも直ったんだったらよかったんですけど、気温が低くなった今日、秩父っていうか長瀞では雪が降ってたらしいですけどね。昨日なんて汗かくほど暑かったのに、でやっぱいきなり寒くなったらおかしくなりましたね。また現象としては全く違いがないんですよ。違いがないっていうのは、ドライブシャフトを交換する前と後で何の違いもないと、何の成果も得られませんでしたってやつですね。理由がね、これでもうほとんど消えてきましたね。最悪の方向へ向かって、タイロッドエンド、スタビライザーリンク、タイヤ交換も当然してますけど、でショックアブソーバー変えて、ドライブシャフトを変えて、でショックアブソーバー変えた時にはこのハブベアリングか、ハブベアリングまで変えて、そこまでやってね治らない現象って普通ないですよ。自分としては一番やりたかったのはね、デフオイル交換なんですけど、これは参ったね。綺麗に今までやってきたことが全て、悪い原因を潰すための布石にしかならなかったっていうか、全部外れってことだよね。すごいね。ここまで外すか。参ったね。そんなことでもう2回目の車検が来ますんで、ちょっと前っていうか2年前に撮ったちょっとした動画があったんですよ。こんなん撮ったなと思って見たら、2年も前の動画、何だか使えないかなと思ったら、よくよく考えてみたらバッテリーの劣化具合を調べるみたいな動画だったので、これはちょっと2年も空いてるのはすごい逆に好都合なんじゃないかなと思って、で今回出そうと思ったんですけど、機械が見つからない。物置中、実家の物置のどっかにあるだろうっていうんで探してたんだけど、もううちの親がねどんどん片付けちゃうんですよね。でなんとか発見するまで半日かかっちゃった。それで調べてみたんですけど、2年前の動画の時ですね、バッテリーの型番から調べて CCA というやつですね。何の略かは分かんないですけど、なんかそのバッテリーの健全度というか、スターターを回すためのパワーですね。アンペアだと思うんだけど、それが710
の力がありますよ。710アンペアなのかな、700アンペアって出んねえよな、そんなに。いや、わかんない、出るかもしんない。バッテリーっていうのは現代に出るっていう。でまあそれで調べたところ、すごい健全だったんですよね。でその時の動画はこれで、でそこから2年後の今日ですね、さすがにね、買ってから何年 ?1、2、3、4、4年は経ってるんか。来年で5年だったかな。さすがに4年経ったらバッテリーもかなりやばいんじゃないかなと。なんか普通車検に出すたんびにバッテリーなんて交換されそうなもんなんで、その前にチェックをして、あまりにひどくなければまたバッテリー交換しないと。3万円近くしますからね、バッテリー。使えるのに交換はしたくないじゃないですか。そう思って調べてみたと。そうするとやっぱりね、2年で劣化しますね。2年ぶりのチェックをしてみますかね。5、6、700、10、OK。710でどのぐらいいってるかっていう見方をするのかな。これか。710で 557cca だっけ。下がってますね。これさ、前と比べてどんだけ下がるとダメなのかはまだわかんないけど、ちょっと調べてみますか。CCA の値が前より100ぐらい下がってると。これ多分ね、300切ったらそろそろやばいんじゃないかなと思うんですけどね。昔セリカでもバッテリー上がっちゃったことあるんですが、夜ばっかり乗ってましたからね、本当に。で車に無線機つけて、でいろんな伝送品もくっついてたもんで、電気食ってんだろうなと。で、もちろん無線免許持ってましたから、テスターで調べるぐらいのことはしてましたけど、ボルトしか調べてなかった。アンペアを調べてなかったですね。でアンペアの方はね、結構ねやばかったんだろうね、あれはね。でボルトはあるけれどアンペアがないバッテリーだったっていうことで、
エンジンかかんなくなってしまったっていうのがありました。だからまあその現象っていうのがいつしか起きるんだろうなと。だから走行中に止まるっていうことはバッテリーが原因では簡単には起きないと思うんですけど、ね、オルタネーターが正常に動いてればとりあえずは、エンジンを始動しっぱなしにはできるんじゃないかと思うんですけどね。スターターモーターを回すだけの力っていうのは結構な容量を食うということなんですよね。300これが CCA の数字がアンペアだったとすれば300アンペアあればスターターぐらいは絶対動くと思うんですよね。日本車だったらね。100だって1アンペアだって回るだろう本当言えば。やってみないと分かんないですけどね。このスターターの規格を見ないことにはどんだけの容量を食うスターターなのかは分からない。バッテリーの点検をして、あとは足回りみんな新しくなってるんで点検の必要ないぐらいで、オイル漏れもなかったで、ブレーキも直してる。そのまんま車検いけるじゃんね。で去年からヘッドライトを外してはめてっていうことやってないんで後軸も問題ないでしょ。だから今度の車検はそのまんまいけるんじゃないかな。でさらに前回の車検から1万キロ走っていないから24ヶ月点検チェック表っていうのはあれいらないんですよね。あれの提出不要なんですよ。何なんだこの車修理をするために乗っているっていうのは確かにあるんですよ。YouTube のために乗っているようなもんなのでね。 YouTube のために乗りながらさらに満足感も得られるというね、最高の車で嬉しくてしょうがないですけどね。そんなことで、実は治ってませんでしたってことでまた新たな道のりが始まると思いますので、またよろしくお願いします。